はい、こんにちは。YouTube 公式ビデオコントリビューター、酒井です。今回は YouTube で顔出しをするメリット、デメリットについて話していきます。このチャンネルでは10年間で1000以上の YouTube チャンネル運用に関わってきた私が再生数と登録者を効率よく伸ばすコツ、ビジネスにつなげる最新のチャンネル運営、収益停止にならないチャンネルの作り方などを発信していきます。長く安全なチャンネルを作りたいという人はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画では顔出しを迷っている人に顔出しのメリット、デメリットを私の経験をもとに話していきます。で、私はこれまで動画集客チャンネルで10年近く顔出しをしてきました。で、その他にも1000以上のチャンネルのサポートをしてきています。で、その中には顔出しをしているもの、顔出しをせずに音声のみとか、合成音声だけとかね、そういった多彩なチャンネルのアドバイスもしてきました。で、今回はその10年間の経験をもとに2025年、これからは顔出しをした方がいいのかどうかを話していきます。ちょっと最初に言っておくと、私自身が顔を出していることもあって、基本的に顔出し賛成派なんですよ。でも、顔出しをしないことにも十分メリットはありますし、顔出しをしないことで逆に伸ばしやすいジャンルもあります。もちろんこの動画を見ている人の中には、絶対に顔出しはしたくないっていう人もいると思います。なので今回は、顔出しなしのメリット、デメリット、そして収益化のしやすさとか、収益停止になる原因についても話していくので、顔出ししたくないなっていう人もぜひ最後までご覧ください。ではまず最初に YouTube で顔出しをするメリット、デメリットから話していきます。メリットとしては2つあります。1つは顔出しをすることで視聴者との距離が縮まって信頼関係が築きやすく登録者が増えやすくなります。それにブランディングができてくるとチャンネル登録者もぐんと増えてくるので、そこを狙って企業案件も増えていきます。2つ目は顔出しをすることであなた自身のブランド化が進むので、ジャンルを問わず様々なテーマに挑戦しやすくなります。例えばですね、最初は食べ歩きっていうジャンルでいろんなお店を回っていたけども、だんだんとあなた自身にファンがついてきたので、食べ歩きをしなくても家で料理をしながら話しているだけでも視聴者は楽しんでくれてチャンネルが成長していきます。ビジネスへの集客だったり、広告収益以外のマネタイズも視野に入れるのであれば、顔出しをすることで可能性が広がって、息の長いチャンネルが運営できるようになります。実際に私がサポートしていたチャンネルだと、宇宙と仲良しっていうチャンネルがあって、運営者の Q さんは、作家さんで全国各地で講演会をしていたんですが、YouTube で顔出しをしたことがきっかけで、講演会がもう毎回どの会場も満席になって、チャンネル登録者も1ヶ月で1万人、2年で10万人、そして5年間で今もう100万人を達成しました。で、この他にも顔出しをしたことでチャンネルが急成長して、そこで集まったチャンネル登録者に向けて、自社のサービスを販売したりとか、そこから新しいビジネスのアイディアを企画して会社を大きくした人もいます。YouTuber でも最初は自分が趣味でやっていたメンタルケアに関する情報発信をしていたんですけども、登録者が5万とか10万に増えたことがきっかけで本を出版して、カウンセラーを本業にした女性もいます。顔出しをすることでチャンスが広がるのは確実なので、将来的に YouTube 以外の収入も考えているのであれば、顔出しは有利になってきます。次に、顔出しのデメリットです。やっぱり一番の問題はプライバシーがなくなることですよね。顔出しすることで個人情報の特定やプライベートへの干渉のリスクが高まります。私も本名で活動しているので、名前で検索すれば、20代の頃に俳優をやっていたりとか、舞台の演出をしていたりとか、あとはテレビ局で働いていたことが全部分かってしまいます。そういった人の中には過去の発言とか行動が掘り起こされて、そこから誹謗中傷の対象になる人もいるかもしれません。それに顔とか外見に関する批判もあるかもしれないので、精神的な負担が増すこともあります。私もね、やっぱ太ってるとかハゲてるとかね、っていうあとヒゲがないクロちゃんかと思ったみたいなコメントも来たりもするので、やっぱりそういったね、僕は全然気にしてないんですけども、そういったことを言われたりすると、やっぱり負担とかストレスになる人もいますよね。で、仕事として、ビジネスへの集客目的でやるのであればいいんですけども、個人であればやっぱりリスクがありますよね。そしてもう一つは撮影の手間が増えることです。女性だったら撮影前にやっぱりメイクとか服の準備とかしたいですよね。で、男性だと髭を剃ったりしないといけないし、私の場合だと丸坊主がトレードマークでもあるので、撮影の前日とか当日にバリカンでツルツルにしてます。あれがね、20分ぐらいかかって地味にね、時間かかるんですよね。だからそういった準備があるので、すぐに撮影できません。なので、忙しい人にとってはその顔出しをするってことが時間的な負担になることもあります。
以上がデメリットなんですけども、やはり顔出しを迷っている人のハードルになっているのはプライバシーの問題ですよね。で、その最終的には自分で決めなければいけませんが、私の個人的な考えを話すと、誹謗中傷が心配っていう人は、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。はい。って言ってもね、やっぱり気にする人は気にしちゃいますけども、ちょっと聞いてほしいのは、顔出しをして一生懸命動画を作っているあなたに匿名で悪口コメントを言ってくる人ってもう頭おかしい人なんですよ。普通言わないですよ、そんな。で、そんな危ない人の言葉とかコメントにこの心をね、左右されないでください。普通の人ではないのでもう無視していいです。関わらないでください。常識がある人はそういうこと書かないです。ですよね。日本とアメリカの YouTube のコメント欄見ると、海外の人は褒めたりとか応援してくれるポジティブなコメントが多いのに対して、日本は妬み、そねみ、上げ足を取るなどネガティブなコメントが多いんですよね。全部の日本人がそういうわけではないし、すべての動画にそういう傾向があるわけではありませんが、日本人は SNS でネガティブなコメントをする傾向が多いようなんですよね。なので、他人の目を気にして自分のいいところを出さないのはもったいないと思います。で、きっとこういうのって周りの人に聞いても、あなたじゃなくて誹謗中傷してくる人がおかしいって言います。なので、顔出しをすることで、もしかしたら誹謗中傷はあるだろうけど、それはもう変質者なので無視すれば OK です。あなたにネガティブなコメントをしてくる人は視聴者ではないので、そのコメントをしっかりとね、受け止める必要ありません。そういったコメントが来たらもう削除かブロックで OK です。そうなると、あとは自分が恥ずかしいかどうか、見バレ嫌だなっていう問題になるので、そこは自分の判断で考えてください。誹謗中傷は自分でコントロールできないし、変質者なのでそもそも気にしないっていう考え方をしてみてはどうかなと思います。私の個人的な意見ですので、参考になればね、嬉しいです。さて次は、逆に顔出しなしのメリットとデメリットを話していきます。やっぱりメリットはプライバシーが守られること、顔を出さないことで個人情報の特定リスクをある程度抑えることができます。それに外見を気にせずに撮影できるために、時間場所を選ばずに撮りたいと思ったらすぐに撮影が可能です。あとは顔を出さない、隠すことで視聴者の想像力をかき立てて興味を引くっていう効果もあります。例えば株式投資のジャンルで株で稼いでますっていう人だと顔を出さない方が稼いでるから出せないんだなみたいな感じで説得力があります。タロットカードなど占いの分野でも顔を出さずに声だけの方が神秘性が増すので登録者が増えやすいです。過激なテーマを取り扱っているチャンネルでも顔を隠している方がこの人は顔を出したら自分に危険が及ぶからなのかもって言って情報への信頼性が増したりもします。要するにブランディングとして顔を隠すことが視聴者の興味信頼につながるんであれば顔出しなしが有利になります。そしてデメリットとしては顔を隠すことで視聴者の信頼を得にくくなる場合があるし、企業案件を受ける際には不利になることがあります。それに表情を見せられないので感情表現とかリアクションが必要なジャンルは声とかテロップで喜怒哀楽を伝えなければいけません。ということで顔出しありと顔出しなしそれぞれのメリットデメリットを話しました。これで自分が顔出しをするかしないか、できるかできないかがなんとなく判断できるようになったと思います。では次に YouTube をやる上で重要な収益化について話していきます。実はですね、顔出しするかどうかで収益化の難易度が大きく変わってしまうんですよね。私はこの10年間で500件以上の収益化に関する相談いただきました。ほぼ2日に1回、3日に1回ぐらいはね、誰か YouTuber の相談受けてます。で、その中で収益化できない、収益停止になるのは圧倒的に顔出ししていないチャンネルが多かったんですよ。その原因は YouTube の収益化ポリシーである再利用されたコンテンツと繰り返しの多いコンテンツ。この2つのルールに顔出しなしの動画の多くが違反してしまっているんですね。再利用されたコンテンツとして収益化できないのは、動画の一部を切り取って複数のクリップを編集でまとめただけとか、他の SNS とかウェブサイトのコンテンツを集めた動画、動画に音声解説を追加せずに言葉以外のリアクションによって視聴回数を獲得しているコンテンツなどですが、これには切り抜き動画とか総集編とか横の動画を切り取って集めたショート動画とか、あとは AI 生成のコンテンツを使用している動画が当てはまってしまうんですよ。他人の動画を切り抜いただけとか、自分の動画をつなげただけとか、テロップや音楽を加えたくらいの簡単な編集ではオリジナル性の高い動画とは認められずに収益化できないことが多いです。
そしてもう一つ、繰り返しの多いコンテンツでは、ウェブサイトやニュースサイトのテキストなど、自分で作成していない他の資料の内容を読み上げただけのコンテンツ。大量生産されたコンテンツ、または多数の動画で同じテンプレートが使用されているコンテンツ。説明、解説、教育的価値が最小限、または皆無の画像スライドショーやテキストのみの動画っていうのが収益化できません。で、これは合成音声を使った動画やネットの反応集、あとはゲーム実況、動物動画などが当てはまる時もあります。このように顔出し、声出しをしていないチャンネルだと YouTube では収益化が難しいんです。なんでこんなに顔出ししていないチャンネルで収益停止になるのか。それはですね、YouTube が動画のオリジナル性を重要視しているからなんです。顔出しをしていなくて、合成音声や他人の動画の切り抜きで作成されたコンテンツは、クリエイターが自分で企画して撮影編集して時間をかけて作っていない、他人の動画を使ったり、プログラムや AI で大量生産して簡単に作っている。だから視聴者にとって価値の低い動画だと YouTube に思われてしまっているんです。でも、顔出しをしていないチャンネルの中にも、しっかりと自分の手を動かして作っているチャンネルも多いです。そういう場合は、収益停止になった時に、再審査請求動画でオリジナル性を YouTube に伝えれば、収益化戻ります。実際に収益化停止になって私に相談してくれた切り抜きチャンネルとか合成音声のチャンネルもオリジナル性をちゃんと伝えたことで収益化がすぐに復活できました。つまり顔出しなし合成音声のチャンネルっていうのはもう YouTube のルール的に収益停止にはなりやすいです。でもオリジナル性があれば復活は可能です。合成音声や切り抜き動画の収益停止に関しては過去に詳しく解説した動画を作っています。この動画の最後の最後に紹介するので、ぜひそちらもご覧ください。そして収益化に関してもう一つ伝えたいことがあります。顔出しなし合成音声のチャンネルって YouTube からしたら誰が運営しているかわからない、怪しいと思われてるんですね。もしかしたらマフィアとか反社会的な組織とか、あと海外だとテロ組織がチャンネルを運営していて、広告収益で稼いだお金を自分たちの活動に使おうとしていることも考えられます。YouTube はこういった危険な組織にお金が流れないように収益化ポリシーで厳しく見張っているわけなんですね。なので、顔出しなし合成音声のチャンネルはそういった人なのかなと思われて特に厳しくなっていると考えられます。YouTube のルールや機能って顔出ししているチャンネルを中心に考えられているものが多いです。世界的に見ても登録者が多いチャンネルを見るとほとんど顔出ししているし、YouTube としては彼らのチャンネルが成長するような機能をどんどん増やそうと考えるので当然の流れなんですね。で、アメリカ、イギリス、インドの YouTuber に日本のゆっくり実況など合成音声のチャンネルについて聞いたことあるんですけども、海外ではああいった作り方をするチャンネルってほとんど見ないそうなんですよ。だから国民性の違いといえばそれまでですが、日本以外の国ではみんな顔出しに関して抵抗が少ないんですね。なので合成音声のチャンネルって YouTube にとっては世界的に見てかなりレアな作り方、レアなジャンルと言えます。ゆっくり解説やズンダモンなどの合成音声の動画は日本ではかなり人気のジャンルなんですが、海外にはその魅力が伝わらないし、YouTube もなんで合成音声やねんと自分で話せばええがなっていうふうに思っているかもしれません。そういった背景もあるので、顔出しなし合成音声のチャンネルを選ぶということは収益化のハードルが一気に高くなることだと思ってください。でも顔は出さないけど首から下は出すとか、合成音声ではなくて自分の声で話すっていう風にすれば、それがオリジナル性になって収益化審査に一気に通りやすくなります。なので収益化を狙うんであれば顔とか体、声を出した方が有利になります。逆に自分の特徴を映像には一切出さずに音声も合成音声で話すチャンネルはオリジナル性が薄いので収益化のハードルが上がるので注意してください。ということで、顔出しが収益化に与える影響について話していきました。顔出しをするかどうかは、やっぱりチャンネルのテーマ、将来的な目的、プライバシー、収益化のリスク、この4つのバランスを考えながら選んでいかなければいけません。なかなか悩むところですが、しっかりリサーチをしながら、どういった切り口、どういった出方をすれば自分のチャンネルが伸びるんだろうっていうのを見極めながらチャンネルを作っていってください。今後もこのチャンネルでは YouTube 公式ビデオコントリビューターの私が皆さんからの疑問、質問にお答えしていきます。LINE に登録すると毎週やっているライブ配信の予告とか YouTube では話せない限定情報をお送りします。その他、個別相談、収益化の基本から学ぶスクール、企業向けコンサルも随時募集中です。自分は顔出しした方がいいのか、声だけでもいいのか、それとも顔出ししない方がいいのか、迷っている方はぜひ説明欄から相談してください。
それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice movie!